皆さんこんにちは。オーストリアガイドのゆみです。本日は皆様にクリスマスに関係しまして、旧市街地にあります美しいみのり展教会をご案内したいと思います。このみのり展教会には本当に素晴らしいですね、クリスマスクリッペがあることでも有名なんです。ではまずこの教会を皆様に外側からご覧になっていただきましょう。みのり展教会というのはフランシスコ会から枝分かれした修道会でして、で1224年にバーベンベルク時代のレオポルド6世によってウィーンに呼ばれまして、1276年に着工、そして1350年に完成した非常にね古いね教会です。で外から見てるとね面白い形してる塔ですけど、塔の高さは54メートルあります。最初にね建てられました教会は町の火災がありまして、その後ですけれども現在のねこの基本となります、教会ですね、これフランス風ゴシック様式で再建されております。でね、なんか面白い塔の形してるじゃないですか。これですね1529年にウィーンというのはオスマントルコに包囲されておりましてですね、この場所っていうのは比較的かつての城壁のそばだったものですから、的にされて破壊されてしまったんですね。でその後再建するんですけど、もう一度1683年にですねまたオスマントルコ帝国に包囲されてですね、また破壊されてしまったんです。ということでね、そのままこの先塔のね先って普通とんがってるじゃないですか。普通ったら変ですけど、でそのままねなんかちょっとこう壊されたまんまの形がしているということですね。1782年マリア・テレージアの長男ヨーゼフ2世の、改革によりまして、このミノリー展修道会が解散されまして、その後ですね1784年にイタリア人信者のための教会として譲られたわけです。そういったところからこの教会はイタリア国立雪の聖母教会とも呼ばれております。ではこの回廊をね通りまして入り口の方に向かっていきたいと思います。素敵ですよね。私はではここで帽子を取りましてマスクをして中に入っていきたいと思います。はい、では皆さんこちらの方をご覧になってください。どこかで見覚えがございませんか？これはですね1809年ジャコモ・ラファエリ作によって作られた最後の晩餐のモザイク画です。イタリアのミラノにありますサンタマリア・デレ・グラッツェ教会にあるレオナルド・ダ・ヴィンチのコピーですね。オリジナルは最後の晩餐と同じ幅、これ 9.18 メートル、高さ 4.47 メートルのサイズがあるんですね。でナポレオンがミラノでこのね最後の晩餐を見て感動して同じサイズで制作するように命じたものです。ジャコモ・ラファエリは本当わずか数ミリメートルの大きさの石を本当にね隙間なくねこう並べてね作ってるんですね。これね当初はねパリに運ばれる予定だったんですけれども、完成した時にはもうナポレオンは皇帝ではなかったのでそういったことでですねフランツ1世2世マリア・テレージアの孫ですねが購入をしましてウィーンに運んできました。本当はですねこちらね
ベルベデーレ宮殿にね展示する予定だったんですけど、重さも20トンあるといったことでね、ここの教会に運ばれてきたんですが、運ぶにあたりましてやはりね解体しなければいけないので、線がね残ってるのがねちょっと分かりづらいかもしれないですねがあるんですよ。さてこれね、オリジナルは足がねドアをねつけなければいけなかったので見ることができませんが、こちらのねコピーですけれども足を見ることができるわけですね。さてちょっと実はねこれね、これだけでも十分見えるんですけど、1ユーロ入れるとねライトアップするんですよ。ですから入れてみましょう。そんなに変わらないかないいです。ではね、皆様に見ていただきたいこのクリスマスクリップです。クリスマスシーズンになりますと、イエスが馬小屋で生まれた情景を木彫りや粘土などでですね作りました人形の置物のことです。これですね、ベツレヘムの生活の一部も表してまして、ここなんかをですねからくり人形、動く部分なんかもねあるんですね。ここからは音楽とともにクリッペを楽しんでください。ご視聴いただき誠にありがとうございます。